はいどうも、キスケです。今回は限定 S ランクキャラクター、ほとりの性能解説やっていきます。ほとりは光異能のキャラクターで、瞬間火力に長けたサブアタッカーです。なんとこのほとり、EX レール集結で時間を止めることができます。アクションゲームにあるまじき行為ですよ。他にも、味方のスキルを記録したり、タッチで戦う強化モードがあったりと、要素が多くめちゃくちゃ強いキャラクターです。今回はそんなほとりの使い方、性能、おすすめの凸、おすすめ装備など分かりやすく解説していきます。よければ最後まで見てってください。それでは行きましょう。それではほとりの性能解説をやっていきます。まずほとりを使う上で大事なのが体力バーの横にあるこのゲージ。蓄積できるエネルギーが最大120で、時間経過によって溜まっていき、バイレールスキルや集結スキルを発動する際に使用します。バイレールスキルがゲージ60使用、集結が120使用といった感じです。ちゃんと控えにいても溜まります。それでは各種スキルを見ていきましょう。まずはバイレールスキル。バイレールスキルを発動すると、ほとりが広範囲に光のダメージをばらまき、同時に干渉モードに入ります。この干渉モードが非常に大事。干渉モードに入ると、味方のサポートスキル、バイレールスキルを最大3回まで記録することができます。試しにやってみると、まずほとりのバイレールスキルで干渉モード、次に主人公のバイレールスキル、次にナナリのバイレールスキル、最後にジョエンのバイレールスキル。するとフィールドに幻影が生み出されているのが分かりますかね。これが記録されたスキルです。ほとりはこの記録されたスキルを集結で解放し、高ダメージを叩き出します。注意してほしいのが、この干渉モードは5秒しか続かないというのと、1キャラクターにつき1つのスキルしか記録できません。ほとりが干渉モードに入ったら急いでキャラ交代しないといけないんで注意しましょう。それでは EX レール集結。ほとりが EX レール集結を発動すると、傘から太刀を抜いて一定時間攻撃モードに切り替わります。それと同時に周囲の時が止まります。動かない敵を強化モードで殴り倒せるということですね。この集結スキルがやばすぎる。アクションゲームで時間を止めちゃっていいのかと思っちゃいますよね。ちなみにこの時間停止は体力バーの横にあるゲージがなくなるか、通常攻撃が10回ヒットするまで継続します。通常攻撃が10回ヒットすると、最後に強力な集結ダメージを与え、時間停止が終了するという流れですね。なので基本的にはほとりで EX レール集結を使ったら、しっかりと最後の集結まで打ち切ってから終了させましょう。そして先ほど記録した味方のスキルなんですけど、集結を発動したタイミングで動き出します。ちょっと見えづらいんですが、主人公のスキル、ナナリのスキル、ジョエンのスキルが発動してるのがわかりますね。なのでほとりはバイレールスキルで味方のスキルを記録、 EX レール集結で全て解放といったように、瞬間的に大ダメージを出せる超強力なサブアタッカーということがわかります。そしてこのスキルの記録なんですけど、ハニアのスキルで味方の攻撃力を上げたりとか、アドレーのスキルでシールドを付与したりとか、本当いろんな使い方ができます。つまり今後ぶっ壊れスキルを持ったキャラクターが実装されでもしたら、その都度ほとりの評価が上がるんじゃないかなって思ってます。正直限定キャラ2体目で出していいような性能じゃない気がしますね。将来性もしっかりと担保された限定キャラクターです。サポートスキルでは異能連環創生を強化、時間停止中でも創生株が攻撃し続けます。なので異能連環で創生株を生み出せるように、霊異能キャラクターと組み合わせるのが望ましいです。霊異能キャラクターは全員創生株を強化するサポートスキルを持っているんで、誰と組み合わせても強いんですが、やはりおすすめはナナリですね。
ナナリのサポートスキルは創生株の攻撃頻度が上がるんで、がっつりと総ダメージが伸びます。もう一つのサポートスキルは EX レール集結の集結ダメージプラス 100%。 ほとりのダメージ源が集結なんで、これまた強力なスキルです。というわけで以上がほとりの戦闘性能です。味方のスキルを記録して EX レール集結で解放する。言葉にすれば非常にシンプルですが、とてつもない破格性能です。現時点でもナナリやジョエン、主人公と組み合わせることで超強力なパーティーを組めますし、今後実装されるキャラクターによってはスキルを記録できるという能力がぶっ壊れそうなんで、明確に将来性も残した強力なキャラクターですね。お次はシティスキルやキャラ特性。シティスキルを上げるとオークションに出品されるアイテムが増えます。レベル5まで育成すれば追加で3つも追加。オークションはアノマリー家具のレベルアップ素材とか好感度上げアイテムとか育成素材とか美味しいアイテムが盛りだくさんなんで、これは嬉しいスキルですよ。次はキャラ特性なんですけど、なんとほとりは通常攻撃を長押しすることで街中でも時間を止めることができます。これすっごい。雨も止まってます。ほとりの強キャラ感やばいよね。で、この時間停止なんですけど、肉球大強盗などで超活躍します。というのも、肉球大強盗で EX レール集結を発動すれば、しっかりとタイマーも止まるんですよね。これがあることによって、時間を気にせず金色の敵を倒すことができます。しかも回数制限なんてありませんから、肉球大強盗の効率は明確に変わりますね。ここからはほとりの育成解説やっていきます。まずスキル育成優先度なんですが、集結が最優先、時点でバイレールスキル、時点でサポートスキル、時点で通常攻撃になります。ほとりはバイレールスキルで裏に戻って味方のスキルを記録したら表に出て集結でダメージを出すという使い方が基本なので、通常攻撃の優先度は低めです。注意してほしいのが、集結スキルの発動で行えるタッチ攻撃はあくまでも集結のレベルに応じて倍率が上がります。通常攻撃のレベルを上げても集結には倍率が乗らないんで気をつけましょう。ただ、ほとりをメインアタッカーとして使いたいなら、ある程度通常攻撃のレベルは上げる必要があります。続いておすすめ小判について。最適はモチーフ小判、時間外を行く。ほとりに必要な攻撃力とクリティカル率がアップし、装備者がバイレールスキルを発動後、荒時の迷宮状態に入ります。この荒時の迷宮状態中に味方がバイレールスキルもしくはサポートスキルを発動すると、その度にスタックを1つ獲得。荒時の迷宮状態中に装備者が EX レール集結を発動すると、全てのスタックを消費して EX レール集結のクリティカルダメージがアップします。さらにこのスタックを同時に3つ消費した場合、敵の防御力を一定数無視します。ものすごく長い効果なんですが、ほとりの使い方を知っていれば自然と達成できます。ほとりはバイレールスキルで裏に戻る、味方のスキルを3つ記録する、表に出て集結スキルを発動する、この流れでしたよね。この流れを行えばモチーフ小判の恩恵を最大限受けられます。めちゃくちゃ強いんでおすすめです。時点で主人公のモチーフ小判、傾星の雨。攻撃力とクリティカル率アップ、装備者のバイレールスキルまたは EX レール集結による光異能ダメージアップ。さらに装備者がバイレールスキルを発動後、自身の連関パワーを強化します。ほとりは連関パワーをそこまで必要としないんですけど、光異能のダメージアップがものすごく強力です。時点で不敵な綿。これはハンター報奨のレベル30で手に入る小判です。能力が攻撃力とクリティカル率アップ。装備者が EX レール集結を発動後、自身の攻撃力がアップします。
集結でダメージを出すほとりと相性バッチリです。妥協枠としては忘れられしもの。装備者の HP が 50% 以上の場合攻撃力がアップし、50% 未満だと防御力が上がります。 HP を常に半分以上残さないといけませんが、まあほとりは時間止められるんでね、大丈夫でしょう。続いてはおすすめギアについて。最適コアは失われた光異能ダメージプラス 10%。 装備者が EX レール集結を発動後、与えるダメージが防御力を 25% 無視するようになります。おすすめメインステータスはクリティカル率もしくはクリティカルダメージ、時点で光異能ダメージ、時点で攻撃力パーセント。サブステータスはクリティカル率もしくはクリティカルダメージ、時点で攻撃力パーセント、時点で汎用ダメージになります。装備してる小判がモチーフや不敵な綿にしてる人はクリティカル率をがっつりと持ってくれるんで、溢れないように注意しましょう。特にモチーフを装備してる人の場合、集結のクリティカルダメージも強化してくれますから、クリティカル系のステータスはより重要になってます。頑張って厳選していきましょう。それではほとりを使ったパーティー編成例を見ていきます。現状最適なのがほとり、主人公、ナナリ、ジョエンの創生を主軸にしたパーティー。異能連環の創生は光異能と霊異能キャラクターがいることで発動できるんで、即時連環できる主人公と創生株を強化できるナナリとジョエンを採用してます。特に主人公に関しては必須級に相性がいいです。主人公のバイレールスキルは即時連環といって異能連環を発動させやすいんで、そのバイレールスキルをほとりで記録できるというのは破格すぎます。できれば採用したいです。霊異能キャラクターナナリとジョエンに関してはミントと入れ替えてもらっても構いません。ミントも創生株を強化してくれるキャラクターですからね。ナナリとジョエンどちらかを持っていないならミントを育成していきましょう。次はハソウルを採用して異能連環の延滞とか重蓄を発生させるパーティー。光異能、総異能、霊異能キャラクターがいることで発生する重蓄は追加で集結エネルギーを回復することができるんで、 EX レール集結が強力なハソウルと相性バッチリです。無課金パーティーは主人公と A ランクキャラクターを採用してます。主人公とミントで創生株を生成してアドレーで耐久、記録したほとりでダメージを出します。被弾をしない人ならアドレーの枠をハニアとかサキリにして味方にバフを配るのもありです。挑戦するコンテンツに合わせて選択していきましょう。それではほとりを使って実戦の方やっていきましょう。まずは敵の攻撃に合わせてバイレールスキルを打って、すかさず味方にキャラチェンジしてバイレールスキルを記録していきます。あとはですね、ほとりの必殺技がたまるまで、他のキャラクターでボスを殴っていくっていう、そういう立ち回りが基本的になるかな。なので例えばこの創生パーティーだとすると、主人公の即時連環を絡めて創生株をたくさん配置して、追加ダメージも狙って、であとは基本的にナナリで殴っていくっていう、そういう立ち回りがおそらく強いと思います。だからね、ナナリとの相性がめちゃくちゃいいんですよね。この間ナナリがいないと誰で殴んねんっていう話になってくるんで、そういうことを考えるとやはりメインアタッカー適性のあるナナリ、ほとりとだいぶ相性がいいですね。であとはほとりの集結、すべてのスキルが解放され通常攻撃をブンブン振り回してると敵が死んでます。かっこよすぎる。これぞほとりの実践でした。それでは覚醒効果とおすすめ覚醒を解説していきます。まず1凸。1凸はサポートスキルまたはバイレールスキルを1つ記録するたびに、ほとりが時間停止中に与えるダメージプラス 12%。 ほとりは最大3つまで記録できますから、最大 36% もバフできますね。続いて2凸。
2凸は時間停止中ほとりの余ダメージプラス 20%。 3凸ではバイレールスキルを発動して記録を完了した後、バイレールスキルで使用したエネルギーを急速に回復します。これは60秒に1回のみ発動可能です。60秒に1回ながら記録完了から終結までの時間が大幅に短縮できます。4凸ではゲージの針が逆回転していない間、チーム全員がターゲットを1体撃破するたびにゲージを10回復。これは最大3回までで EX レール集結を発動するとリセットされます。針が逆回転していない間というのはバイレールスキルや集結を使っていない間のことですね。つまり複数戦ではほとりのスキル回転率が上がります。5凸はフィールドに敵が1体の場合、パーティー全員がその敵に与えるダメージプラス 15%、 ボス戦なら味方を強化できます。6凸では時間停止中にほとりがダメージを与えるとターゲットの防御力を 30% 無視します。そしてこれら全ての凸を解放するとほとりが生存している間、パーティー全員の攻撃力がプラス 20% されます。貫突効果もなかなか強力で、ほとりが生存しているだけでバフを負けるようになりますから、貫突の恩恵はでかいですね。おすすめ覚醒効果に関しては、1凸と6凸が同じぐらい、時点で5凸、時点で3凸、時点で4凸、時点で2凸になります。1凸と6凸は非常に強力なバフ能力で、ほとりのダメージが跳ね上がります。優先的に解放しておきましょう。凸効果が分かったところで、モチーフが1凸、どちらを優先すべきか解説します。結論から言うと、モチーフ小判が優先です。モチーフの時間外を行くは、攻撃力アップにクリティカル率アップ、さらにほとりのローテーションを回すだけで EX レール集結のクリティカルダメージをがっつりと盛ることができます。コスパを考えるならモチーフがいいと思います。それでは最後にほとりを使ってみての感想、強み弱み、どんな人におすすめか話していきます。まずほとりのバイレールスキルによって様々なスキルを記録できる、そして使うことができるというのは破格の性能です。しっかりと異能連関も発動しますし、バフや回復といったスキル効果を使うこともできます。今でもしっかりと強いですが、今後実装されるキャラクターによっては何か悪さできそうな将来性も感じます。そして EX レール集結での時間停止、アクションゲームでやっていいのかと思えるチートっぷりです。被弾を気にせずダメージを出せますし、制限時間のあるステージでも活躍します。記録した味方のスキル依存というわけでもなく、しっかりとクリティカル系のステータスを厳選してあげれば、ほとり自体でも大ダメージを狙えますから、めちゃくちゃ強いです。シティスキルや探索も唯一無二です。オークションの商品を増やすこともできますし、探索時に時間停止したり、肉球大強盗のようなコンテンツで有利になります。戦闘も強くて、普段使いも優秀というのを考えると、ほとりの凄さがわかります。逆に弱みとしては、7里がいるかいないかで最終的な DPS が結構変わりそうだなとは思ってます。7里のサポートスキルで創生株の攻撃頻度が上がるというのはやはり別格に強いので依存度は高めです。ただこれに関しては今後追加されるキャラクターによっては緩和されると思います。あくまでも今すぐほとりを最大限強く使いたいというなら7里は必要だよねということです。以上のことを踏まえてどんな人におすすめなのか。まずはほとりが推しだという方。いつもは物臭でだらけきっているんですが、やるときはやるし、時間停止というチート能力を持ったお姉さん。嫌いな人いないでしょう。次に7里を持ってる人。7里とほとりはめちゃくちゃ相性が良くて、一緒に使ってあげれば様々なコンテンツを踏破できるようになります。次に将来性に期待できる人。
ほとりの能力はサポートスキルやバイレールスキルを記録することができます。つまりぶっ壊れスキルを持ったキャラクターが実装されれば活躍の機会が来るということです。こんなに分かりやすく将来性があるキャラクターも珍しいと思いますね。以上のことを踏まえて引くか引かないか決めてみてください。いかがだったでしょうか。今回は限定 S ランクキャラクターほとり性能解説でした。正直リリースしてから2体目に実装するような性能じゃない気がしますね。めちゃくちゃ強い。今すぐ引いても活躍しますし、将来性もありますから強くおすすめできるキャラクターです。このチャンネルではこれからも NTE に関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。